味はタチウオ。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。すいません、お騒がせします。よろしくお願いします。なんかすごい細かい作業ですね。その餌つけるのも。大きい時はまた大きい針はつける。サンマとか。サンマも餌になるの？でかい贅タチウオ。沢。いいなタチウオ。実はこの田野浦銀たち、一味違う方法で水揚げが行われています。ここでお魚クイズ。田野浦銀たちの漁獲の特徴は次のうちどれでしょう？ 1. 触らないで取る。 2. 針を使わずに取る。 3. 手づかみで取る。正解は実際にこの後漁を見てみたいと思います。今から行くところが八代海っていう場所に漁場があるんですけど、ここから30分ぐらい移動するそうです。でその八代海っていうのが今回その GI 制度の要になってる場所。そうでそこがね一級河川、あそこからもう栄養がたっぷり含まれたすごい綺麗な水がねこの海に流れてくるっていうのと、八代海やっぱりその内海なんで囲われてるところにいっぱい栄養が溜まって、もう餌になるイワシとかいっぱいいるからタチウオの密質がいいっていう風に言われています。そういう地域環境っていうのもすごく大きな要因ですね。それで操作するんだ。すごい。一人でできますね。そしたら運転しながら。一人ばっかりです。あ、一人でやるんだ。一人ばっかりです。岩田さんは何年やってるんですか45年ぐらいじゃないかな。45年。すごい。タチウオレジェンド。何人ぐらいの方が漁やられてるんですか、田野浦は。田野浦はですね、27艘です。27艘。わあ、それは昔からそれくらいですか。減りましたか。いや減ったです。あ、減ってますか。だいぶ減ったですね。そうか。そうなんだな。でも新規の就労の方も増えてきてるんでしょ。ですよ。バッテンですね。5人が教えてもらって、はい、2人しかおらんですね。ああ、そう。なんといいんですもんね、海も。取れないと取れないし、確かに。魚が減ってるっていうね、なんかこう資源を守るためにここの辺りをやってたりするんです。ここはですね、大体30本をめどに、それ以下はもう放流。あ、そういうことか。サイズでちっちゃいのはもう放流するんだ。放流するかそれ大事ですね。漁団では出てるんですか、一応会議は。魚探には大体幽霊魚を釣ったんですね。あんまり魚探に移りにくか魚です。あ、そうか。幽霊魚ってそういうことなんだ。立ってやるから魚探には釣りにくいんだ。で、餌の釣ればよかったですよね。餌。そうか。タチウオそのものを魚探で見るんじゃなくて、餌の塊を見た。餌の魚群を見て行くんだ、スポットに。いろんな状況を判断して、ああここ引っ張ってみるかねって思うとですね。はあ、本当経験だねこれね。だけどこれもうロケットが月に行ったりする時代なのに、相変わらずなんかこの漁業っていうのはなかなかその近代化が進んでいかないですね。何かなかなかやっぱ潮が相手やけんですね。そういうことだよね。自然相手だから。海はやっぱりまだまだ未知数なんだって。まあ養殖はねできるけどね。養殖タチだけは養殖ができるんですよね。そっか、タチウオ養殖ないもんね。前はですね、もちもち取れよったけん困ってですね、なかなか取れることないですね。そっか。やっぱりこう資源量が減っていくってなるとね、こう魅力がなくなる、仕事として続けていく魅力なくなって後継者がっていうところは変わらないね。やっぱでけっちょ思いますね。そうだね。好きじゃないとできない仕事なんで。まあそうですよね。岩田さんもともと魚が好きでこういう仕事になったんですか？別にやっぱり肉が好きやったわけなんか縁があって。やっぱ親父もしとったし。お父さんはそうなんですね。みんなもう漁師になって。そうだね。みんなそうやってなっていくんだ。19の時作ったんですよ。19の時にこれですか？すごっ。これも40何年になってる。そっか。岩田さんの経歴と同じぐらい。
遅まですれば12時間ぐらい働くんですよ。 12時間。朝3時、夏は夜明けの早かけ。あ、そっか、早めに出なきゃいけない。2時とか3時に出て、漁場がどうなれば早くできてできる。そっか、変わるから漁場が。どうですか？まだない。わ、すごい。ワイヤーだこっちと。ワイヤーのタコだこ。れもこうして握るもんだけ。ここにできてる。触ってもいいですか？すごい。もうカチカチ。こんなとこにできるんですね。なってですね。やっぱり漁価は高くつきますか、田野浦。2割か3割はなんかその田野浦銀たちしかブランドでね。あ、普通のタチウオの2割3割。2割3割ぐらいで。へえ、すごい。料理だと何が一番好きなんですか？やっぱ塩焼きが一番美味しかったですね。あー、美味しいんだ。タチウオだけは庶民的な魚焼きで何でもできるんですね。癖もなしでもできますもんね。来てるって。何匹か来てる。しますよ。400メートルって言ったからかなり長いからね。あちっちゃい。ちっちゃいけど出た。ー、すごい綺麗。あ、いる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 。すごい。すごい。大きい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 。やったー、岩田さんやったー。本当にあれですね。魚体に触らずに取ってますね。針だけ触って取ってる。お、また来た。6匹目。あ、ギリリースか。ちっちゃいから。これもいいですはい。もうちょっと大きくなってね。華麗な手つきでどんどんタチウオを触らずに外してる。ということで皆さん、クイズの正解は1番の手で触らずに取るでした。タチウオのこのグアニンっていう表面についてる銀のやつがすぐ剥がれちゃうんですよね。でそれが傷ついたりとか指紋がついたりするとむちゃくちゃ繊細なので価値が下がるっていうところで、この輝きを残すために一切手で触らずに取り上げるっていうのを漁法として遵守されてるんですね。これが一個特徴です。なので見て、めちゃくちゃ綺麗。この見た目の美しさこそ田野浦銀たちの象徴的な姿でございます。これが冷たかでしょ。わ、冷たーこれで氷締めするんですね。こういう直接氷に触れればまた色が変わるんです。あ、そっか。だから氷に触れさせずに。そう触れないようにが見た目が一番大事。ね。あ、来た。でかい。あ、すごーい。大きい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 。おお。うわー、すごい。すごい。よかった。今日一出た。わあ、かっこいい。いいですね。素敵。もうザ・ブランドタチウオって感じだね。すごい。これじゃなくて傷っていうかへこんだ跡とかがつかないようにということで。これすごいですね。なんか美味しそう。初めて見た。氷までこだわってるって。福井さんありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。もうすごい私たちが見ると立派なタチウオが取れたと思うんです。今日はサイズもちっちゃめなんです。そうですね。どちらかというとまだその海水温なのかもあっ暖かいてで、すちょっとサイズがまだ小さいっていうのもあってですね。出荷今箱詰めしたものの出荷は基本的にはどこに？基本的に熊本の佐々木市場の方に全部。田崎に行くんです。全部？はい、全部です。へはい、もうえ。そこにも全部。じゃあ田崎市場にしか流通してないからあんまりこう全国的にはやっぱりまだ知らない方も多いブランドですよね。はい、ですし。ね、見たことない。そうなんですね。そうだまだまだってからせっところではかくならね、今回この田野浦銀たち皆さん見てもらってすごい食べたくなったと思うんで、うちの店舗で扱えるようにお話できればなと思ってます。ぜひお願いします。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。本当にすごい綺麗。今回その GI の産品として登録されたのはいつ頃なんですか？ちょうど平成31年から元年にかけて、ちょうどその年に。めちゃくちゃ前なんですね。それでもう6年ぐらいになりますね。そうな
なんだ、県内のブランドとして田野浦銀立としてはもう20年とかもう多分それぐらいになるとは思うんですじゃあもが、うずっとこのエリアでその田野浦銀立っていうのが取れてて、はいもうようやくこう地合いそうですね、もうあと昔もやはり小さいサイズあったんですけれども、どうしても価格的にもあー安かったりっていうのもあったので、それをどうにか付加価値じゃないんですけども、で単価アップができればっていうので、この地合いっていうのもこう活用させていただいたという形にはなるのかなと思うんですけど。じゃないとこう継続していくのが難しいですね。普通の量だとかさーって取って、ね、そうですねバーンってやればいいけど、これは手で触らずに取るっていう、本当に丁寧な仕事されてるので、なんかその付加価値ですよね。ですねそう、さらにここから期待したいことみたいなのありますか？継続的に取れればというところはあるんですけれども、組織の問題ありますよねはい、であればもっとやはり全国的にじゃないんですけど、もっと知ってもらえるのであればいいなというのは思います。いや、もっとね、広く私たちの元にも届くように応援したいと思います。育ちですね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。行きましたね。熊本田野浦銀立。うわ、綺麗。まだ青いのね、これ。田野浦の綺麗さはすごいね。